続いてはアクションゲームスクールでほぼ一人でゲームを作られた方のご登壇です。Unity やUnreal Engine を使わずにここまでゲームを作れるという参考になると思います。それでは株式会社 WIT1 大山義信様で新人が書いたペラ企画をリリースするまでです。大山様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですかね。こんにちは、ゲーム会社で30年ほど働いている大山です。はい。今年の2月25日にスイッチとスチームでレトロアーケード風なアクションパズルゲームリモートボンバーをリリースしましたので、それについて語りたいと思います。はい。まずは自己紹介から、PC エンジンのところからゲーム作ってます。もともとアーケードゲームが好きで、大阪のゲーム会社にプランナーで入り、アーケード好きだったんですけど、コンシューマーはずっと担当で、それからゲーム会社を転々として、状況とかにしながら、ディレクターやったり、プロデューサーやったりと、現在は株式会社ウィットアンに所属し、マネージャーをやってます。はい。これがそうですね、ツイッターの私のページです。はい。はい、タイトルは、スクールシリーズ、リモートボンバー、ジャンルはアクションパズルゲームで、昔のゲームです。昔のゲームですが、ロードランナーとボンバーマンを足した感じです。今年の2月にスイッチとスチームで発売しまして、開発は私が所属するウィットワン、販売はスクールシリーズを販売しているごっちゃごっちゃゲームズさんになります。スチームの方に PV を上げてますので、ちょっとそれを見ていただければと思います。まんまチャンピオンシップロードランの PV をインスパイアした感じなので、スチーム本にはボイスとテキストを抜いたおとなしいバージョンで差し替えてあげてます。次がですね。リモートボンバーは、ごっちゃごちゃゲームズ館から発売されているアクションゲーム作る MV を使って作成しました。プログラマーの経験ない私でもそれほど苦労なく作りましたので、アイディア重視で 2D で良ければ Unity や Unreal Engine を、頑張って勉強しなくても作れると思います。で、今回のこれですけども、私が新人の頃、30年前に書いたペラ企画を見ていたらサクッと作れそうなパズルゲームの企画がありました。こんな毎日朝に1枚書いている形で、2枚、20枚ぐらい止まってますね。はい。新卒で入社した会社が、アーケードでロードランナーを発売していたり、ちょうどアーケードのボンバーマンを作ってたりもしましたので、どうせならもうニコイチで思って午前中で書いたペラ企画です。タイトルにある通り、新人が書いたペラ企画をリリースするまでは、私が新人とに書いた、ペラ企画になります。はい、開発状況をツイッターでつぶやいてましたので、それを見ながら語りたいと思います。2020年、去年の3月9日、ちょうど会社もコロナ禍のためリモートワーク、通勤時間、片道1時間ちょいかかるんですけども、それなくなったのは2時間ほど、その時間使って退社時間後に作ってみました。結局夜中の2時間ずっと作ってましたけども、はい。これ画面見てもらったら分かりますけども、ほとんどフローチャートが書くような感じで、線つないでやっています。こんだけ書いたらちょっと見にくくて、もう嫌になってきますね。はい。これが、ね、こんな感じで動かせました。アクションゲーム作るに入ってサンプル画像とネットで拾ってきた画像で作成。これで土日で2日で6時間ぐらいでできました。ボタンを押して爆弾を置いて持ってました。爆発さすという感じですね。はい。次ですね。作り出して1ヶ月弱。プレイヤーのやりたいギミック入れたり、左右に動く敵を入れたり、爆風で敵を倒して潰したり、宝箱をすべて破壊したら、ゴールドはしごが表示されて、ノブとクリーマで作成みたいなのをしました。はい。こんな感じですね。はい。
プレイヤー宝箱ブロックと見た目ちょっとちぐはぐな感じしますけど、やりたいことがわかるような感じです。これは現在、リリースやつの4面目ですね。はい、やりたいこと全部入れた感じです。もうさっきの映像から2週間後ですけども、はい。スコアを表示したり、SE 入れたり、ステージ数も増えてきたので、ちょっとメンセレクトみたいなのを作ってみました。これがステージ8面目ですね。爆弾のデザインどうしようかといろいろ悩んで、いろいろ書いてて、ちょっと変な感じになってますけども。はい、次行きましょう。グラフィックをサンプルから書き起こしに差し替えてみました。自分でなんとかいろんなゲームを見ながら書いてみました。見た感じわかると思いますけども、プレイヤーはロックマンをロード7風に加工して、爆弾はメガドラの海外版とか、一応20面まで作って、グラフィックも自分で書いて、限界かないうとこですね。作り出してこれで2ヶ月弱ぐらいです。で、ずっと作ってたらちょっと飽きてくんですね。他の人たちがシューティング作ったりなんかごちゃごちゃしてたんで、で、私の方もちょっとシューティング作りたくなって、動画から、画像を全部取ってきて、メコピーで、新人の方に書いてちょっと、いた会社のキャラクター使ってなんか作ろうかなみたいな形で作ってみました。これぐらいやったら全然アクションゲーム作れます。そうですね。背景とかも一応できて、全部パターン見て、弾のパターンとかも全部動画撮って、コマ送りで撮って、ドット修正してとか、なんかアホなことばっかりやってましたけど、作業してるのは楽しいですね。リングレーザーの飛び方とかもちょっといろいろ見ながら、死んだら、パワーアップが死んだらパワーアップ出すみたいなこともやってます。はい。作るのはここで止まってまして、気が向いたらまた続き作ろうかとは思います。はい。次ですけども、作り出して9ヶ月目、8月に、去年の8月になって元デザイナーで、現在は私と同じようにプランナーやディレクターをやっている同僚にちょっと絵描いてみないとってちょっと丸投げしました。なら休みの日使って2週間程度で描いてくれたので、グラフィック差し替えてました。はい。で、これが動画ですね。差し替えたらちょっと商品っぽくなって、ちょっとやる気出てきましたね。ゲームデモとか、この後スタート画面とか、ステージクリア演出とか、リザルト、ゲームオーバー画面とか追加して、その状態でちょっとごちゃごちゃゲームさんにこんな感じのゲーム作りましたと連絡したところ、発売しましょうって言いました。発売するにあたり全50名入れてほしいと言われて、追加で30名作ることになりました。もともとは全20面で、ループゲームで敵のスピードとかタイム短くしたりとかしようと思ったんですけども、ちょっとしんどいなと思いながらも、作りました。最初は個人でリリースしようと思ったんですけども、社内のスタッフにちょっと手伝ってもらうかで、社内プロジェクトにしました。で、本格的に今この絵描いてもらったデザイナー1人。で、メインステージ追加分、ちょっとプランナー1人と、あとサウンド1名追加で私入れて、計4人ですね。で、デザイナーはキャラクターや背景描いてもらったり、デモを作ったり、プランナーは追加の20ステージ。私はさらに10面作ったり、サウンドはとりあえず4曲をお願いしてみました。はい。次がですね、ランキングやネームエントリーとかも、作ってみました。2日ぐらいかかりましたかね。次はゲームボトル。去年の11月2日ぐらいに50ステージ完成と BGM 追加ができ、で、11月の17日に、爆弾爆発して100点が入る。ここからで爆発させても点数が入るんで、ギリギリまで稼いでクリアしたいと、ちょっと厚めに作りましたね。で、去年の11月29日にあったデジゲー博にちょっとお邪魔して、スイッチで起動したプレイさせてもらいました。スイッチだとちょっと30フレームになっちゃっ
手でいろいろ不具合が出てきて、デモ周りとかもいろいろ出て、それ直すのにちょっと苦労しました。はい。アーケードゲーム、アーケードモードでスタッツとゲーセンのテーブル筐体にサインがあったインストカード風な遊び方が、表示されるような書きました。一応、スタートして提出できるものを完成して、スイッチ、スチーム用のストア用の資料をまとめたりと、ごちゃごちゃやりまして、いいすぎだ。そうですね。で、今年の1月10日に1回目のロットチェックを提出しました。ですね。では、出して、で、1回ぐらい戻ってきて、海外版では、インストカードが日本語やって言われたんで、そこで Google 翻訳して自分でも調べて、で、1日午前中で直してまた出し直したみたいな感じですね。で、今回作り方なんですけども、やりとりは4人でやってたんですけども、チャットワークのみ、サーバージョンとか Git とかも使わず、最初のビルドをチャットワークのに添付したんですけども、だんだん容量大きくなってきて、で、みんながアクションゲーム作れるようになってたので、容量の少ないプロジェクトファイルでやり取りしました。で、送るときは更新した箇所の説明書いて、で、あと、ごっちゃごちゃゲームさんとやり取りでは、Google ドライブで送ったりしましたね。特にスケジュールを切るわけでもなく、これやってって言ったらみんなに何も言えなくてもすぐに上げてくれました。休めるのは、お互い同時でファイルいじらないんで、渡したらこれやってって言ったら、その間だけ休める感じのプロジェクトでした。で、今回ちょっと作ってみたんですけど、やるならとりあえず一人で限界まで作ってみて、グラフィックが入った、サウンドが入った時で劇的に商品っぽくなるんで、ちょっとやる気が出ます。土日でも1週間経つとちょっと、土日作業でも1週間経つとどこまで作業したか忘れるので、毎日1時間でも30分でもちょっと作業した方がいいです。で、あと1ヶ月もちょっと空けると本当ツーリングの使い方がわからなくなってしまいますので、ありますね。で、今ちょっとゲームとりあえず作ってみたいなっていう人いましたら、アクションゲーム作る MV がちょっとおすすめです。はい。はい。説明ですけど、こんな感じになります。はい。以上になります。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間となりますので、質問ある方はコメントでよろしくお願いいたします。大山様ありがとうございました。RPG スクールじゃないわ、アクションゲームスクールですね。アクションゲームスクール選ばれたきっかけって何ですか？そうですね。私、2年か3年前にベータ版が上がってて、その頃からいじってて、RPG スクールとか、そこら辺ちょっと、前、ドワンゴさんとちょっと取引とかあって、こんなんあるよとか見せてもらったりしましたんで、その時にちょっと、アクションゲームスクールもうベータあるから、その前の方からこんなんちょっといじってみませんかってちょっといじった感じですね。で、そこから作ってみて、で、ちょっと空いてて、リリース版、正式版出たっていうところで、またいじってみて、ちょっとえらい変わってるなって思って、またいじってみたいな感じで、そのまま作って、リモートか、そうですね、コロナになっちゃってて、ちょっと時間あるんで、作ろうかって思った時に、ユニティとかアリアのもちょっといじったりはしたんですけども、めんどくさいなっていうのがあったんで、もともと私、フラッシュとか、そんなんで作るのは割と好きやったんで、今回のやつ、そうですね、アクションゲーム作る MV は割と簡単に作れました。なるほど。ありがとうございます。スイッチとスチームで出されてますけども、このアクションゲームスクールの移植の幅ってどんな感じなんですか？PC ベースで作って、それでスイッチの方にも吐き出せる形でありますね。ですから、PC でベースで作る形です。で、スイッチの方はひたすらデバッグした感じですね。はい。なるほど。作れば両方とも出せる。もう作ったらスイッチ版でも書き出しができるということです。書き出して、で、製品版のスイッチでも、もうチェックできるようになってるんです、今は。自分でアクションゲームスクールで作ったビルドを、ごちゃごちゃさんとちょっと契約しまして、サーバーに上げて、で、そこからダウンロードしてきて、実機でチェックできるっていうのができるんで、全然良くなりましたね。はい、パブリッシャーごちゃごちゃゲームズさんに決めた理由とかってありますか？
まあ自社でちょっと出そうかなと思ったんですけど、やっぱりユーザーサポートなりそんなん全部用意したりしなダメだったんで、ちょっとめんどくさいなっていうだったので、ちょうどごちゃごちゃゲンさんの知り合いがいたんで、こんなん作ったけどって見せたら、ちょうどいいですねって言われて出すことになりました。はい。そうですね。で、まあ、ごちゃごちゃゲンさんもじゃあ最後に大量いっぱい欲しい。はい。なるほど。そうなんですね。すいません。じゃあ最後にはい。大山さんのように仕事とか学業の合間に作られてる方っていうの多いと思うんですけど、なんかアドバイスってありますか？作り続けるための。そうですね。まあ、ずるずる、まあ、知り合いとかも作ってますとか、2、3年ずっと同じの作ってる人もいるんですけど、やっぱり目標を決めてやった方がいいですね。まあ、今やったらインディーのイベントとかで地芸箱とかなんかそんな時ある時にそれに出したいとか、まあコミケに出したいとか、まあコミケあったらね、半年で作るとか、そんな感じで、うん。なんか目標を作ってやった方がいいと思います。なるほど。ありがとうございます。コメントで質問がありました。他のツールと比べてスクールだと難しいと感じた部分はありますかってことです。クールで難しいところ、そうですね。どうかな。作るの方が楽ですね。だから、ユニティとかってなると結局 C ラボかなんかで書かなダメで、うん。まあ、よくわからん企画の人はとりあえずコピペで頭ポンと書いてみたいなやってますけど、そんなのがなくできるので楽ですね。で、まあ結局中身は全部フローチャートみたいな形。まあ、プランがやったらフローチャートかけたらまあ作れると思います。まあ、スタートして何を置いて、敵を置いてとか全部わかるようでしたら。で、その時に、フローチャート書いた時に、どれを先に、処理するかっていうか、そこら辺がちょっとめんどくさいところですね。まあ、ちょこっと作ってチェックして、おかしいと思ってちょこっと作ってチェックしてっていう感じで、まあ、自分でまあ作りながらデバッグしながらやってる感じでしたんで、完成した後もデバッガーも使わずに、バグはほとんど出なかったですね。まあ、スイッチに持っていった時に、処理打ちとかだったんで、ちょっと処理の順番変えたり、ちょっと当たり判定の大きさちっちゃくしたりとかぐらいしかなかったです。なるほど。ありがとうございました。では、お時間になりましたので、質疑応答は以上とさせていただきます。大山様、ありがとうございました。はい。スライドの中にもありましたけど、形として、作り上げていってモチベーションを上げていくとか、毎日続ける。で、最後にあったように目標を決めてやるっていう、こういう辺の内容はですね、個人で開発するにあたって非常に大事なことだと思います。また、アクションゲームスクール、すごく非常に使いやすいツールで、作りたいものが作れるツールなんだなというのも参考になりました。改めまして、大山様、ありがとうございました。